大森和代のいつもつながっているよ。渡らせトーク。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは、ゆみちゃん、よろしくお願いします。今日もよろしくお願いいたします。2016年の第2回目の放送になりますね。本当ですね。はい。もうお正月気分も抜けましたでしょうかね、そうですね。皆さんね。もうそろそろ学校も始まってる頃でしょうかね。そうです。はい、ね。もうまた新学期始まって、ね、寒いと朝が起きづらいから大変かもしれませんけどね。はい、滑って転ばないように頑張って気をつけて登校してくださいね。そうですね。あとそろそろ受験がもうね、始まってるんですよね。もう渡らせクラブの皆さんから受験番号が結構届いて、続々と今年も届いております。あと鉛筆にパワーを入れてほしいとかですね。いろんな方がね、みんなが一生懸命必死になって勉強してるんだなと思って、ちゃんとお名前見て祈らせていただいてますのでね、皆さんは安心して勉強してください。まあ先生祈ってくれてるから大丈夫だわじゃなくてですね、私は祈らせていただきます。でも皆さんも努力をしてくださいね。そちらはそちらで頑張って、そうなんですよね。もう本当にね、風邪なんかひかないようにね。本当ですね。万全の体調で。そうなんですよね。ちゃんとね、毎晩お風呂に入るっていうことをちょっと気をつけてやってみられてください。やっぱりね、湯船に浸かる若い人結構シャワーが多いんですけど、やっぱり湯船に浸かることで血行がすごく良くなりますし、全身の血液が巡りますので、やっぱりもっとね頭にも入っていきます。勉強も集中できるのでね、ぜひ時間もったいないと思うかもしれませんけれども、ゆったりとちょっとお風呂に入る、音楽聴きながらとか、お風呂まで参考書をねビニール袋かぶせて持って入らないように、お風呂の時は切り替えてちょっとリラックスして、ゆっくりしたゆったりした気分、これがちょっと息抜き、ちょっとゆっくりリラックス、その後がまた集中力がガーンと増すんですね。記憶力も増すんですよ。なるほど。だから頑張ってくださいね。では今日も、今日は生で質問できますようなコーナーですね。行きたいと思います。では生で質問できますよのコーナーいきます。今日は愛媛県のすずらんさんです。じゃあすずらんさんいきますよ。ドキドキしながら待っててくださいかな。もしもし。すずらんさんですか？はい、大森和代です。こんばんは。こんばんは。いつもありがとうございます。ご協力いただいてありがとうございます。よろしくお願いいたします。では早速ですが、ご質問の方お願いいたします。もう37年前の話になります。私が勤めていた時、職場の道を挟んだ向こう側にホテルがありました。で、ある日職場の8階の食堂でお昼ご飯を同僚と食べていた時のことです。後輩がホテルの屋上を見上げながら、あの男の人さっきから何しよんやろって言うんです。で私も振り向きまして手を止めてその様子をみんなで見てたんです。でその人はしばらくそこにとどまった後、柵を乗り越えましてね、私はそれを見ながらビルの掃除をする人かなと思ったり、みんなでまさか飛び降りたりはせんよねなどと話しながら、気楽な気持ちでずっと見ていたんですけれど、その人はそのまま、壁を蹴って手を広げて飛び降りてしまったんです。でもうみんなショックで、その後食事ができませんでした。でその後ですね、ずっと長い間、もう20年以上でしょうか、落ちたその道は私は通らないようにしてたんですけれど、今は、そこも別のビルに建て替わりましてね、いつしか様子も変わったので忘れがちになってました。でも大森先生に出会って、ジバケレイさんのことを教えていただきましたのでね、そこで何回かジバクレイさんを拾わせていただきまして、
9月の東京プレミアムセミナーにお連れさせていただいたつもりなんです。とは言いましても、私は親族ではありませんから、本当にお連れできたかどうかはわからないんですよね。だから今も引き続きましてお声をおかけして拾わせていただいています。その時ですね、拾わせていただくというのは、いつものように自爆霊さんを拾う袋を持っていかれて、そこで拾われたということですよね。で、その袋は他の場所で、他の自宅も取ってとか、自宅とか他の場所は拾ってない。公共用でそこで拾われたということですね。そうですか。本当はですね、この人を拾いたいというその一人だけの場合は、その方のみの袋で拾ってあげるということをしていただいたりすると一番いいんですけれども、これはご家族の場合であって、ご身内ではないですから、ただですね、今ずっとお話をお伺いしている時にその人は東京プレミアムセミナーの会場へ降ろされましたよとおっしゃっておられます。ですからスズランさんのその袋に入ってきたわけではないんですけれども、やはりビルは建て替わろうが土の入れ替えがあろうが、その落ちた場所でずっと何十年も苦しんでおられたそうなんですね。で、スズランさんがそのことをまたって思い出して、これは何とかしてあげなきゃという気持ちになったのも、やはりその方のご先祖の神様が働きかけて、スズランさんにそろそろ自爆をね、そろそろ解いてもらえる時期にもなっているので、なんとか救ってやってほしいという働きかけをしてこられたので、スズランさんは長年ちょっと記憶が遠のいてたことがまた鮮明に蘇り、なんとかしてあげなきゃっていう気持ちになられたそうなんですね。ですからスズランさんのその気持ちが伝わり、その袋に入ってきたわけではないですが、そのプレミアムセミナーに来てくださいっていう思いが伝わり、そのプレミアムセミナー当日に自爆を解かれたそうですから、本当にね、藤恵子さんと一緒ですよね。藤恵子さんもプレミアムセミナー当日に自爆霊を解かれて、新宿の路上から会場に来てくださりましたので、来てくださったというより神様が連れてこられましたので、スズランさんのね思いが届いたそうですのでね、本当に良かったです。今は世の修行に行っておりますと、あなたに感謝をしてますとおっしゃっておられますので、本当にありがとうございます。こちらこそ良かったです。聞けて良かったです。良かったです。で先生、ですね、もう一つ質問させていただいてもいいですか？人混みの中で自爆霊さんを拾わないといけない時がままあるんですけれど、その時の上手な自爆霊さんの拾い方ってありますか？その時はですね、カバンをですね、バッグの一番上にその自爆霊さんの袋をポンと置かれてですね、でちょっとバッグに多めに荷物を入れた状態で一番上にポンと置かれて、丸見えじゃなくても大丈夫です。半分出てるか、上の縛ったところがピッと出てるぐらいでもいいんですけれども、そんな状態でブツブツと言えるなら小声で言ったり、あとは心の中でどうかこの道路で苦しんでおられる方とか、この地下鉄の中で苦しんでおられる方、よかったらこの袋の中にお入りくださいと一生懸命に心から救われていただきたいという気持ちを強く持って言われたら入ってこられますので、そのようにされてあげてください。いつもありがとうございます。本当にこれも神様のご用ですので、頑張ってまた来年ごめんなさい、来年じゃなくて今年ですね、またお会いしたいと思います。よろしくお願いいたします。ご協力ありがとうございました。お元気で、寒いですけどお風邪などひかないようにね。ありがとうございます。じゃあまたお目にかかれること楽しみにしてます。ありがとうございました。失礼いたします。さよなら。
はい、先生ありがとうございました。はい、ありがとうございました。どなたか特定の方、自爆霊さん拾われる場合は、土を別にした方がいいということなんですね。そうなんです。ご身内でね、例えばそういう状況にね、自らとか交通事故とか、そういう場合はその方専用のやっぱ土で、持って行って、その場でここによかったら入ってくださいとお願いされて、と入られるっていうことがあるんですね。やっぱり誰々さんっていう名前を呼んでも大丈夫なんですか？名前を呼べば大丈夫です。1回で入られない場合もあるんですけれども、でその場合は入ってますでしょうかっていうことを、会場でちょっとスタッフさんに、渡して、私が見させていただくってことになるんですけれども、そうなんですね。はい。講演会を聞いていただきたいと思えばですね、連れてこられて、あとは家でなんとか自分で諭していってあげるしかないんですけれども、それを切るってことはしませんので、そのご身内の場合はですね、ですから、いろいろ方法あるんですけど、あと今の方の場合も入らずにその会場に降ろされたと言われてますので、そういうふうに入れるということでもなくても、どうか先立た兄をどこどこの講演会にお願いいたします、連れてきてください、降ろしてくださいと、神様に自分でお祈りをしてあげるっていうことも方法の一つでもね、ありますので、じゃあ、今回の方もお身内でない方が救われたということで、祈りが通じたっていうことなんですかね。そうですね、やっぱり祈っておられたっていうことですし、あと今申し上げるのご本人に申し上げるの忘れたんですけど、過去世においてこの方と縁のある人だったということだそうです。そうなんですね。今世は全く赤の他人、家族でもないですけれども、だから偶然見たわけではないと。そういう意味があって、やっぱりいずれこのすずらんさんが救われるでしょうということも分かってらっしゃって、あえてその方もその場所になってしまったとか、もういろんな偶然ではなく必然が重なって、今回このようにね、世の修行に行くことができたということでもありますので、本当に神様は先の先まで全てお見通しですのでね。そうですね。でも本当に救われてよかったです。よかったですね。最近本当に頑張って自爆霊さんを拾ってくださる方が増えてきてましてね。自転車のカゴに入れてずっと拾ってるとかですね。で車でも拾ってるとか、運転しながら拾ったって方もいらっしゃったんで、それは危ないですよって膝の上に乗せてずっと窓開けてずっと声かけながら運転してたんですけど、何キロまでだったら拾えますかとかね。おっしゃったんで、それはどうなんですか先生？40キロぐらいまでってその時神様おっしゃったんですけどね。速度もあるんですね。なんかノロノロ行かなきゃいけないですよね。でも早いと声聞こえないですもんね。そうですよね。もしかして誰かガムテープかなんかでミラーの辺にくっつけちゃって運転してる方も出てきちゃったりするかもしれませんけれども。そして先生、来週はいよいよ神戸の講演会になります。17日日曜日、本当にこれは阪神・淡路大震災当日にこの神戸講演会会場が空いてて、その日にさせていただけるっていうのも意味が深いことですのでね。当日ですからね。ぜひまたこの日祈りを捧げさせていただき、その神戸の地でその土地の神様に多くの今も自爆霊になっておられる方を、どうか早く自爆を解いてくださいと皆さんで祈らせていただきますので、よろしければ皆さんもご協力ください。また2月21日は渡良瀬クラブの総会、それは本当に皆さんにも楽しんでいただきたいと思います。今回総会なんですけれども、大平和説法をしなさいというご指示が来ましたので、先生の説法、私説法ってなんか偉そうなんですけど少しお話をさせていただくという時間を、設けさせていただきます。ではまた来週お会いしましょう。See you next week. Bye!